全てドキュメンターに出した作品も全部そうなんだけど、元気炉だったりとか、あと短歌プロジェクト、全てこうじゃなきゃいけないってもんじゃないんだよね。で、一つはすごく大きな、なんつうの、全て箱みたいな、なんかそういう大風呂敷みたいなものの一つとしてタンカーがあったり元気炉があったり屋台がある。でその中身はどうなっていくっていうのも俺には分かんない、これから考えていくかもしれないし。アーティストの栗林さんはですね、もう僕もずっと10年以上お仕事一緒にしたいなというふうに思っていた方で、彼のやっぱり面白いところっていうのは何ていうかな、人々が出会う器を用意していくっていうか、例えば作品が残っていくもの、パーマネントにずっと残っていくものがあったとしても、それは誰かが手をかけながら育てていかないといけないっていうふうな残し方をしていると。なので、勝手に残るんではなくて、誰かの愛がそれを続けていく原動力になっていくみたいなことをとても大切にされている方なんですよね。なので、今回のタンカープロジェクトにしろ、元気炉っていう作品にしろ、やっぱり人々が出会うためのプラットフォームというか器というか、なんか考えたらそれってマッチっていうかな、なんか場所を作ってるってことだと思うんですよね。そういう意味で言うと、静野さんとシネマキャラバンも自分たちの活動する場所、さらには自分たちが住んでいない場所に旅をしていって、そこでの幸せということを、そのかけらを探していきながら、世界に、そしてまた逗子に、そして別府に運んできてくれる人たちで、何かその一つの場所とそこに入ってくる人たち、そしてまたその人たちが出会って新しい化学反応を起こしていくような、なんかそういうことが今回起こればいいなと思って、その2組を選びました。まずシネマキャラバンの原型はシネマアミーゴっていう逗子に映画館を作ったの。今はコミュニティって言葉がちょっと広がってきたけど、当時はそういう感覚というよりもそういう場所があった方が何かしらいいだろう。でカフェとかライブハウスとかってもう俺たちの世代もいっぱいあったから、ちょっと違うアクセスから、そうすると映画館だとアーティストもペインターも食のこともなんかいろんな垣根を越えられる各ジャンルが。でその次にだからそのシネマンドで作ったコンセプトを目の前に置いて、本当に自然と向き合いながらどこまで人間ができるかっていうことをトライしたのが逗子海岸映画祭がいわゆるシネマキャラバンの原型で、その時に当然その場所のスケールもでかいから、仲間に立つしかないから、でそこでここにも大工さんとかアーティストとかもういかなるそのスキルを持ったけどどうしようもない連中に声をかけて、俺のできないことはそこに頼るしかないというか、でそうやってチームがどんどん増えていって、日本全国行くようになり、なんかそういう活動がこの10年ぐらいそうやってるというか、この場所で、多くの人たちが語り合ったり、より豊かな時間を過ごしてもらいたいので、飲食ブースっていうのもぜひ設けたくて、でそれは今のこの別府を、面白くしていく、飲食店舗の方々、の一部にね関わってもらうようになりました。でこの人たちは多国籍料理を、提供する人たちなんですけども、それらは、いろんな文化がぶつかったり混ざり合っていくことによってその味ができていったと言われるようなもので、そういうものを、ピックアップして、料理を作ってらっしゃる方が多いです。でこれは一つには
そのダイバーシティと言ってもいいかもしれないけど、多様な価値が混在していく別府、それを一つイメージしながら今回そういう人選をしていったという感じですね。他の町とかにはない独特のものがある、面白いって言って文化が根付いていくわけだから、その別府は特別なことをしようっていうんじゃなくて、しないっていうのが俺はものすごいオリジナルだし、その別府が長く続いていく旅になるんじゃないかな。俺も一緒。俺はできるだけ新しいことをしようとしない。自分ができること、今気になること。だからそのよく言うのは、デザイナー建築家とか大変だなと思うのは、常に新しいもの、でも新しいものって古くなってっちゃうので、それってすごく永遠じゃないんだよね。100年経っても変わらないものっていうのが俺は新しいものだと思ってるから、文化もそれで、その別府っていうのがずっと別府であり続ける限り、それはずっと新しいと俺は思ってる。